こんにちは、エモトラベルです。前回はシェキの名物を満喫し、アゼルバイジャン最後の日を楽しみました。今回は宿で知り合った日本人の方々とジョージアの国境を越えていきます。それでは最後まで見ていただければ幸いです。今日は国境を越える日ですね。日本人の皆様と一緒にタクシーで乗り合いをして、ジョージア手前の国境まで行きたいと思います。よしよしよし。はい、よろしくお願いします。さて、皆さんの荷物をトランクに入れて出発します。結構入るね、容量確かに。すごい。だいたい国境までは2時間ぐらいですかね。はい、国境行きのタクシーの中です。シェキっていう町から、出て、ザカタラってところまで、ザカタラの奥まで向かって、国境を越える予定です。だいたい2時間ぐらいですかね。120キロ2時間ぐらいになると思います。景色はもう完全に、木ばっかですね。たまに羊や牛を見ます。すごい羊の群れに遭遇しましたね。なかなか、光が反射して見えないな。目の前にいるんですけどね。すごい量がいます。すごい。国境付近の町ザカタラを通り過ぎてます。ちょっと窓からだとあんまり見えないんですけど、結構発展してますね。なんか最果ての町だからもうちょっとこう田舎っぽいのかなと思ったら意外と発展しててびっくりしました。あともう少しで国境ですはい、国境まで着きました。やった。運転手さんが結構スピード出してくれたおかげで想定より10分ぐらい早く着きましたね。2時間弱で120キロに着きました。かなり早いです。はい、それでは準備して国境を越えていきます。国境付近も野犬がいっぱいいます。アゼルバイジャンの野犬はね、でかい勘弁してほしいな。カッパドキアもこのサイズなんですか？全然ゴールデンレトリーバーよりでかいですからね、こいつら。シャレにならんすね。子供やれそうですよね、このサイズ。はい、無事国境を突破して、アゼルバイジャン側の国境と、ジョージア側の国境の間にいます。橋が、国を隔ててるんですね。何気に陸路で、国境を越えるのは久しぶりなのでとても楽しみですね。まあでもスムーズに国境を越えられてよかったです。じゃあ行きますか。はい、ジョージア側の国境を過ぎたら、ATM とかいろいろありますね。てか ATM しかないか。ATM でお金を下ろして、タクシー拾っていきます。SIM カードもここで手に入ればいいんですけど、なんかないですね。SIM を買うところはないですね、多分。ATM はあるんですけども。だからちょっとどうしようかなって感じですね。困ったら eSIM ダウンロードして使います。シグナギ行きの、車を乗せてもらいました。ただ、ちょっとこれだいぶ荒いおじさんたちが多いですね。これはひどいな。さっきの車だとどうもダメだったみたいで、タクシーのうんちゃんたちがめちゃくちゃごねてきました。なので、一旦50で、普通のこのタクシーの車に乗せてもらうことにしました。結局50で4人で送ってもらってます。かなりすっ飛ばしてくれてる。いやー、しかしなんか国境付近のタクシーはかなり柄が悪いっすね。ちょっとビビった。アゼルバイジャンの国境付近は羊だったり牛がいたんですけど、こっちはロバ、馬の方が多いですね。今ちょっと何もいないんですけれども、ジョージアはなんか牧場みたいなのがありますね。馬の牧場が多いです。何に使うんだろう。確かに街にはたまにさっき通ったところは馬車通ってましたし、なんか珍しいですね。さっき聞いたんですけど、シグナギは山の上にあるようですね。今登ってもらってます。結構ヘアピンがきつい。めちゃめちゃ綺麗な城塞都市みたいな感じです。これは綺麗だな。街並みがすごい綺麗ですね。タクシー無事降りて渋谷の前に来ました。今から SIM 交換してきます。いやー、ここまで結構順調でよかった。はい、間口という場所で、SIM カードをゲットしました。1人5ギガで22リラなので、ラリなので、どんなもんかいなっていう感じですね。SIM カードをインストールしたんで、
両替所じゃねえな、銀行に来て金を下ろしてます。キャッシングで下ろしてます。で、近くはこんな感じでカフェも広がってますね。あれが野犬じゃないことを祈りたいですが、まあ、この国だと野犬かな。で、こっちは子供たちが遊んでますね。結構なんか、ここ観光地っぽいんですけど、割と子供いますね。いやー、しかしジョージア、国境付近はちょっと、かなり何もなかったですけど、シグナギまで来るとすごい綺麗ですね。もう街並みがなんかヨーロッパって感じしない？おしゃれなヨーロッパ。おとぎ話の続きっつって。ということで今から飯行きます。シグナギ観光地の結構リーズナブルなパン屋に来ました。パンと言いつつも、ケバブだったり、ヒンカリだったりの、名物料理も結構、ジョージアの名物料理も置いているので楽しみですね。ジョージア一発目、白ワイン来ました。白じゃねえけど。これちなみに290円ぐらいですね。味はすっきりしてて飲みやすいです。でもなんか2杯分ぐらいあるよ。2杯分ぐらいある。でもちょっと白ワインと味違うよね。ぶどうの味がしないよ。そうだね、ぶどうの味がしない。なんか、ウォッカをさ、水で溶いたような味がしない？それはしない。これはなんかルカティッツィリっていうなんか品種のぶどうらしくて、赤い茎が出るらしいですね。そうそうそう。で、なんかこの辺ワインの名産地なんだっけ？ここはね、シグナギアワインの名産地で有名で。ああ、なるほど。各家庭がハウスワインも生成してるし、有名なワイナリーもあるんで。じゃあこれはガチのあれかもしれんな、ハウスワインかもしれんな。可能性はありますね。いいですね。これ壺ワインなんですか？これはね、樽じゃなくてね、こっちの地方での伝統的な作り方で、クベブリっていう。クベブリ。地面に完全に壺を埋めて、その中でワインを熟成発酵させて作る作り方だ。土葬ワインってことですね。そうですね。なるほど。だから飴色になるんですか？いや、ワインの作り方で、ブドウはね、茎がついたまま一緒に。ああ、そういうことか。なので白ワインでも、もともとこのブドウの品種が茎が赤いことで有名だから、その色が出てこの色になってるんだと思う。へえ、勉強になるな。ね、しかもうまい。美味しい。巨大なペリメニが来ました。これもジョージアの名物料理のヒンカリです。ヒンカリですね。めっちゃでかい。なんか割と信じられないサイズしてる。香り豊かだよね。なんか黒胡椒かけて食えって言われました。うん。行ってみよう。なんだろう、餃子とも肉まんとも違う、あっさりした肉の味がして美味しいですね。うん、これ水で茹でてるんじゃない？ああ。あと肉汁がすごいですね。香草も入ってて。うまいね。うん。ニラの代わりに香草が入ってる。さあ、ジョージア名物のハチャプリとヒンカリが届きました。さあ、ハチャプリ行ってみます。ハウスワインまである。もうね、今日ここだけでね、ジョージアの、美味しいもの全部食べられてるから嬉しい。はい、ハチャプリ、角っこの方ちょっと取って。食べます。パイクズとチーズとバター。めっちゃうまい。いやー、さっきの店美味しかったですね。美味しくて穏やかでしたね。合計で1600円ぐらいだったのでかなりお手頃ですね。はい、ではゲストハウスホテルに向かいます。今日の宿到着しました。シグナギの宿ですね。マジか。あと、あれですね、ベッドが3つあって、衣装ケースもあって、トイレ、風呂も完備。これでだいたい64ラリなんで、かなり安いですね。宿で一休みしてから街を散策しつつ、軽い夕飯食べていきます。ジョージアのこのシグナギからの景色ですよ。絶景すぎてもう言うことがない。あそこなんか人いるね。いやー、ここ来れてよかったー。美味しいね。すーっごい綺麗。ひたすら鹿とワインの壺に水をかけてるモニュメント発見。ワインの壺には何か書いてますね。戦かな？夕飯の店に来ました。結構おしゃれな場所ですね。いい感じ。静かでいい音楽が流れてます。ニカラって場所ですね。さあ、何が来るかな？お姉さんの方から来ましたね。これなんすか？なんだったっけ？ハラチョ？ハルチョ？ハルチョ？ハルチョかな。
多分なんかのスープですね。あとこれはコーンのパンか。コーンブレッド、中にチーズが入ってる。すげえ。あ、ほら、お米のおかげになってますよ。あー、こんなん絶対うまいやつやろ。米がちょっと特殊だね。なるほどね。香りはね、アゼルバイジャンでさ、バクーでいただいたジャパニーズラーメンの香りがする。はい。どうすか？うわ、難しい。なんかね、評価しづらそう。トマトスープの香りなんだけど、この上に乗っている香草がちょっとアジアンテイストを出してますね。はい。甘くて美味しいです。なるほど。後で俺も試してみよう。うんコーンブレッド来ました。これまさかの中ほぼ全部チーズです。さすがチーズの国ジョージア。なんかね、コーンブレッドと言いつつなんか、ハッシュドポテトのポテトがほとんど入ってないチーズみたいな感じ。香ばしい。めっちゃうまい。はい、私の頼んだチキンシチューが来ました。こちらも名物なんですけど、白いのを想像してたら赤いの来ました。白だと思ってた。なんかグツグツ、しかもグツグツしてる。マグマスープだね。なんかちょっと表現しづらい味ですけど、はい、私の拙い声だとうまいとしか言えません。現場からは以上です。いやー、美味しかったですね。まあでもやっぱりちょっと観光地価格でした。まあでもこんな感じの金額です。さて、ホテルに戻ります。はい、今回はここまで。皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ではまた。